アンニョン、パックンです。今回はですね、ソさんはワーホリで一回日本に来て、その後もう一回日本に来ました。愛媛に行って、愛媛から東京に来られたという話なんですけれども、実際日本に長く住んでみてどうだったのっていうところを、正直に本音ベースで聞いていきたいと思います。ソさん、質問大きく5つあるんですけれども、入る前に愛媛に住むまでの経緯、どういった流れだったのか軽く振り返ってもらって。はい。最初は愛媛に行こうと思ってなかったんですけど、でも、もともと電子と電気の仕事をやってたんで、愛媛県今治市行くことになりました。ワーホリの場所もはどこでしたか？ワーホリの場所は、東京、落合っていうところに。東京から愛媛に行ったら、東海から地方になってくると思います。一つ目の質問が、愛媛の生活をしてみてどうでしたか？びっくりするほど田舎だったんですけど、良くも悪くも。下り道とか坂道が多くて、海と山しかいない田舎で虫が大きくて何もなかったんですよ。ここで新しい人生を始まるんだっていう。何もないから遊ぶ時に不便だったりは。それもやっぱりあったんですけど、時間が多ければ多いほど何もしないっていう自分にちょっと失望して、このなんざいかんっていう感じで勉強した記憶があります。寮で住んでたんですけど、ジムもできるところもあって、毎日ジムしてご飯食べてゴロゴロして、週末は飲みに行って、そういう記憶しかない。逆に愛媛で良かった点はありますか？住みやすくて、田舎の人、保守的な人もいるんですけど、人々も優しい。車を買ってみたら、海見に行ったりとか、山を見に行ったりとか、神社を見に行ったりとか、日本の自然をいいものだっていうことを感じてよかったです。よく行ってた海とか山とか自然のところはどこでしたか？今治市の真ん中の中で、ドンキホーテが一場所あって、すぐ後ろに海があったんですよ。みんな釣りをしたり、散歩をしたり、海で波がないんですよ。静かで穏やかな海、生まれて初めて見ました。じゃあもう、ここに入って水泳とかしたり。深い海だったので、それはできなかったんですけど、普通に前は船が通ったり、夜に行ったら船が光ってるんじゃないですか。よく見に行きました。愛媛で2番目の質問で、愛媛生活で印象的なエピソードはありましたかってところで。田舎だったので、お店が全部早く閉めちゃったので、21時に行ける場所がなくて、Google マップでいろいろ探してみたら、ひまわりっていうお店が一場所近くにあったんですけど、その時夜中3時半まで営業しますって書いてて、気に入ってて行ったんですけど、普通の家だったんですよ。人が住んでる家で、これがお店なのかなって思って、ドアを静かに開けてみたら、ママが一人でやってるバーがあって、後ろにはテーブルがあって、ちっちゃいスナックだったんですけど、その時スナックってわからなかったんですけど、どういうお店ですかって聞いて、ママがこういうお店だよって言って、飲みますって言って、飲んだんですけど、めっちゃ緊張するんじゃないですか。で、その時に隣におじいちゃんとおばあちゃんがいて、ずっと僕をチロッと見るっていう感じで、見るわ。はい。で、挨拶したんですけど、会社に通ってる、そうと申しますって自己紹介したんですけど、そのおばあさんがついろうと見て、5秒ぐらい何も言わず、ついろうと見て、まだ覚えてるんですけど、いい男だねっていうことを聞いた記憶がすいません、ありがとうございます。で、気分が良くて、歌ったり、お酒飲んだりしたら、みんなの会話に自然に入って、田舎の蝶っていうものが、これかなっていうもの、初めて感じて、いいところだって思って、で、毎週金曜日行った記憶があります。いや、その方々もびっくりですよね。田舎の小さいスナックに韓国の人がいる。その時ママが言ってたのが、韓国人もスナッククローンっていう言葉を聞いたこと、お酒好きだし人が好きですって言って。フォローで3本目の質問として、愛媛生活をやめて東京に行きたいとなったと思います。それはどういうきっかけ？東京で最初にワーキングホリデーも経験したし、東京にみんな友達もいるから寂しかったんですよ。我慢できなかったと。その時車があったんですけど、自転車も入れて、布団とか枕全部入れて、愛媛から東京新宿まで、Google マップ地図で843キロ距離が出て、朝8時ぐらい出発したんですけど、もともと途中で寝て次の日来ようっていう気持ちが強かったんですけど、行く途中に寝る時間がもったいなくて、で1日
ずーっと休まず、東京着いたのが夜10時ぐらい。ほぼ13時間ぐらい運転した記憶があります。コンビニでクラフトボスっていうブラックコーヒーがあるんじゃないですか。350ミリかな。1日に5本飲んだ記憶があります。いやー、すごいな。どういう気分だっただろう。それと携帯の音楽、プレイリストがあるじゃないですか。その時76曲があって、プレイリスト曲を全部聴いて、また最初から始まってまた全部聴いて、それを4回繰り返した記憶もありますね。俺さっき聴いた曲だなと思って。いやー、普通の人はできない経験。片道で843キロだったので、距離を見たら、釜山から北朝鮮まで距離だったんです。一番バカバカしいなのは、東京着いてすぐ飲みに行ったんですよ。仲いいお兄さんがいて、もともと休むじゃないですか、家で。でも、夜10時に着いて、車駐車しておいて飲みに行った記憶があります。すごい。これ見てる皆さんは絶対真似しないです。真似しないでください。っていうところで東京に上がってきて、次4番目の質問ですが、東京に住んでみてはどうだったの？夢見た生活は満足できたの？そうでもなかった。そうでもなかった。はい。田舎生活をしながら東京が難しいから早く来た気持ちが強かったんですけれども、実際に来てみたら全部想像した仕事、楽しいっていう気持ちはなくて、これからどうしようっていう心配が多かったんですね。思ったより刺激はなかった。そうですね。これからどうしようっていう心配が一番多くて、大企業だった会社だったから、それを辞めて東京まで来たんだから、やっぱりまだご両親にも退職したっていうことを、退職して2年までに言わなかったんですよ。心配するかもしれないから、愛媛で頑張ってますって申し訳ないんですけれども、嘘をついた記憶があります。でも最近言ったんですけど、君の人生だから君が責任取ってねっていう優しい気持ちで受け入れてくれて、父と母に感謝します。ご両親は最初のワーホリからずっと応援してくださってる。お母さんは行かないでほしいっていう気持ちが強くて、お父さんは最初に応援してくれたんですけど、3年っていう時間を捨てちゃった形になっちゃったから、父としてはそれが心配で、じゃあ韓国で就職した方がいいんじゃないっていう。その時間韓国で大学行ったりとかしてたらもっと良いことできたんじゃないの？そうですね。それが一番父は心配してくれて。で、一瞬その時迷っちゃったんですけど、諦めず、また愛媛来て東京来たんですけど、今この YouTube を撮ってるこの時点でも後悔はしません。もう、両親今応援してくださってるってところは、なんか信頼が溜まってきたとか。そうですね。フリーな家庭だったし、高校2年生から就職活動したんで、若い時から稼いだお金を自分が管理して、独立して、で自分が買いたいものは自分のお金で買いながら、それがあったから、自分の人生は君が責任取って決めてっていう信頼をもらえたんじゃないかなと今でも、それを思ってます。で、最後、5つ目の質問です。今、東京では、なんかどういった夢を見ていますか？これから5年、10年先で何をやりたいとか。自分のお店をやりたい。バーとかお客さんが自由に飲んで、楽しく歌ってする。それを目指して今お金を貯めたりとか、店の準備にあってどういった能力が必要なのかというところを。例えば自分がお肉屋をやりたいって言ったとしても、いろんなお店のお肉を食べてみたりするんじゃないですか。この店はこうやって商売をするんだ。バーも同じだと思っています。で、それでいろんなバーを行ってみたりして、こういう雰囲気がいいのか、こういう雰囲気がいいのか、っていうことを体で直接勉強してみます。今も神楽坂っていうところで住んでいるんですけど、神楽坂によく行くスナックが3カ所ぐらいあって、スナック3カ所もある。はい。バーとかスナックをやりたい。じゃあちなみにどういったスナック、バーの雰囲気？多分ないと思うんですけど、韓国系のスナック？韓国系のスナック。スナックっていう文化とか、韓国に全くないから、法律を勉強して、守って、準備して、自分のお店をやりたいのが自分の最後の夢ことです。総産の日本初の韓国スナックをぜひ楽しみにしてください。もし、お店を開いたら、遊びに来てください。とても面白かったです。総さんしか語れないことがたくさんあって、いや、素晴らしいと思いました。2番目の動画、これで終わりにしたいと思います。次の動画はですね、東京、愛媛を超えて、日本全体として日本に対する感想だったりとか、本音を聞いていきたいと思うので、また次の動画をチェックしてください。はい、以上、パックンでした。アンニョーン。